最適な感度を見つけてくれるオブリビティの使い方と感度の科学と最適化とは。今回は FPS プレイヤーなら一度は悩む感度について論文とデータ、そして最新のプログラムをもとに深掘りしていきます。 FPS で書くために最重要なのはエイム、そしてその土台を決めるのがマウス感度です。人間の視覚は中心視野でしか精密に物を捉えられず、その範囲はわずか2から3度しかありません。さらに中心から2度を超えると解像度が半分に低下するというモデルも報告されています。つまりクロスヘアは脳にとって基準点、アンカーとして機能し、そこに素早く正確に照準を合わせることが FPS におけるエイムの本質だと考えられます。低感度の場合は精密なヘッドショットに有利だが振り向きは遅い。また高感度の場合は素早い振り向きやトラッキングに有利だが微調整は難しいというのが皆さんの共通認識なのではないでしょうか。だからこそバロラントの精密型エイムとオーバーウォッチのトラッキング型エイムで感度の最適解は異なるのです。皆さんは感度を変えると筋肉記憶、マッスルメモリーが壊れるから固定すべきという意見を耳にしたことはありませんか？これに関しては様々な意見がありますが、これは必ずしも絶対ではないと考えられています。ボルタティック記事によると、筋肉記憶という言葉はしばしば誤解を生んでおり、感度を変えるべきではないとする意見は過剰な単純化であるとされています。この記事のポイントとしては、一つ目に感度を変えるとエイムが壊れるというのはどちらかというと習慣性への拠り所から来る心理的なものであって論理的に絶対ではないということ。二つ目に実際には感度に慣れているのは短期的な慣れの問題であり、筋肉や記憶自体は曖昧な概念であること。三つ目に感度を変えても致命的ではない、むしろ新しい局面への変化として活用できるとされており、この記事と運動科学の論文を組み合わせて私たちが理解したいことは、人間は環境の変化に対して繰り返しの練習を通じて徐々に適応し、運動科学の研究では新しいパターンへの適応には数十から数百回の反復が必要とされるという研究があることから、感度変更も慣れるまで少し時間がかかる程度に捉えるのが妥当でしょう。つまり感度は一生固定するものではなく、成長やプレイスタイルの変化に応じて微調整して良いと考えられます。そこで登場するのがデータをもとに最適感度を提案してくれるツール、オブリビティセンシティビティファインダーです。このソフトはコバックスやエイムラボのように実際にプレイヤーが行ったエイム練習のデータを自動で収集、解析し、オーバーシュートやアンダーシュートといった細かい指標を数値化してくれます。つまり感覚的に良さそうだからこの感度でいこうではなく、実際のプレイデータをもとに最適な感度を導き出してくれるのです。ここからは実際にオブリビティの使い方を解説していきます。まず最初のプロフィールを作成し終えるとこのような画面になります。ここからセンシティビリティファインダーを選択してください。今から自分のゲームごとのプロフィールを作成していきます。まずは自分の感度を探したいゲームタイトルを選択します。そしてスキルレベルはアドバンスを選択します。次にアキュレートを選択します。これは4日間で1日最低でも50回、合計で325回のエイム練習を行うメニューで、自分に最適な感度を見つけるためのメニューです。次に自分がエイムをするときに使っている腕の部位を選択します。左が手首エイム、右が腕エイム、真ん中は両方を使っている人が選択してください。次に自分のゲーム内感度を入力します。次はマウスをホームポジションに置きクリック、その後左の可動域限界までマウスを持っていきクリック、そして右の可動域限界までマウスを持っていきクリックしてください。最後に自分の DPI を入力したら終了です。ここからプレイを押すと毎回感度が変わる状態でメニューが開始され、その練習データをもとに4日後に自分の最適な感度がわかります。私の場合は少しだけ感度を下げた方が良いという結果になりました。ただし感度だけ最適化しても十分ではありません。視線制御の研究では上級者ほど中心視野をクロスヘアに置きつつ周辺視野で敵を捉えるという傾向が見られます。この部分については以前投稿した目の使い方の動画で詳しく解説しています。他にもゲーム中の姿勢、持ち方など様々な FPS の技能に関する動画をアップしていますので、もしよろしければ合わせてご視聴ください。いかがでしたでしょうか。今回は FPS における感度の科学と最適化についてまとめてみました。要点をまとめると、1つ目は感度は低感度が正解でも高感度が正解でもなく、
ゲームによって人それぞれ最適解が変わる。2つ目に、人は繰り返しによって変化に適応できる。ただし慣れには時間が必要。3つ目に、オブリビティを使えば感覚ではなくデータに基づいた感度調整が可能。4つ目は、さらに目の使い方や姿勢などと組み合わせることで総合的にエイム力が向上する。以上が今回のまとめでした。 FPS は神経速度だけで決まるわけではなく、科学足す習慣足す工夫で差がつくゲームです。ぜひ皆さんも自分のプレイに合った感度を探し、前回の目や姿勢の動画も合わせてチェックしてみてください。今後も FPS のパフォーマンスを科学的に掘り下げていきますので、気になった方はぜひチャンネル登録高評価をお願いします。そして皆様が日頃から気になっていることや FPS でのお悩みやリクエストなど随時募集中ですので、何かありましたらコメントの方で教えてください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。それでは次回の調査でお会いしましょう。イースター探偵団でした。